早くしないと、この患者さんが危険な状態です。心拍もどんどん落ちてる。誰か医師を呼んで。病院の廊下に響く焦燥の声。看護師たちは一生懸命に走り回っているけれど、事態はまるで収まる気配がない。担ぎ込まれたのは重篤な外傷を負った男性。外科医らしき医師がベッド脇でうめくように言った。こんな難しいオペ、今いるメンバーじゃ無理だ。専門医がいないと、どこかに応援を頼めないんですか？周りにいるスタッフも顔を曇らせ、連絡はしてますが、すぐには、と戸惑うばかり。混乱の最中、俺はただの町工場の工場長という肩書きを意識しつつも、一歩前に出た。俺が救います。その言葉に、その場が静まり返る。一番近くにいたエリートらしき医師が、あざけるように鼻を鳴らした。はぁ？一般人が口を出すな。素人に何ができるんだ？しかし、院長と思われる人物は、眼差しを俺に向けて、低く問いかける。君に何かいい案があるのかね？迷っている時間はない。俺は深く息をつき、覚悟を込めて言った。実は、エリート医師は最初こそ鼻で笑っていたが、俺が具体的な名前や手はずを伝え始めると、顔色を変えて言葉を失った。まるで何かに気づいたように、震える声で問いただす。おい、まさかお前、一体何者なんだ？そこから先は、もう、後戻りなどできない。この緊迫した病院の空気の中で、俺は正体を明かし、俺の運命を大きく変えることになるのだった。俺の名前は高橋亮。町の外れで、外観は年季の入った小さな工場を営んでいる。親から継いだ町工場で、今は俺が工場長だ。表から見れば、壁や屋根の錆びつきが目立ち、窓ガラスなんかはひび割れだらけで、正直なところ、初めて来る人は大丈夫かと不安になるくらいボロボロだろう。それでも俺は、この工場の技術力だけは誰にも引けを取らないと信じている。町の人たちには、ボロ工場の高橋なんて呼ばれることもあるが、細かい金属加工から精巧なパーツの製作まで、腕にはそこそこ覚えがある。そんなある日のことだ。いつも通り工場で作業をしていたら、大きな悲鳴が響き渡った。慌てて駆けつけると、俺の右腕とも言える従業員の大輔が手から血を流していたんだ。切れ味の鋭い機械を扱う作業だったから、その瞬間に思わず息を飲んだ。彼は痛みをこらえながらもうずくまって、すみません、と額に汗を浮かべてうめいていた。田中、大丈夫か？どのくらいやられた？彼は俺を見上げると申し訳なさそうに、深く切っちまったみたいです、とうめく。傷の具合は一見すると浅いようにも見えたが、血の量が思ったより多い。こういう時、慌てふためいてしまうと判断を誤る。だからこそ、俺は意識して冷静に行動を開始した。救急車を呼ぶぞ。待ってろ。落ち着いた声を出したつもりだった。こういう現場対応には慣れている。とはいえ、やっぱり従業員が怪我をするのは辛いもんだ。それでも、俺がテンパってしまえば、彼の不安も増大してしまう。まずは救急に連絡を入れて指示を仰ぐ。場所や状況を手短に伝え、救急隊が到着するまで応急処置をどうしたらいいか確認。それから工場の救急箱を持って駆け寄ると、傷口を強く押さえて圧迫止血を始めた。田中、しっかり押さえろ。落ち着いて深呼吸するんだ。俺の言葉に彼はこくりとうなずく。周囲の従業員たちも心配そうに見守っていた。普段は頼りになる大柄な男だが、やっぱり痛みで顔色が悪い。そんな彼を見ると、なんとか早く処置してやりたいと思う。だが、ここはただの町工場。専門的な治療ができるわけじゃないし、こんな状況で無理に自己流の縫合なんかを試みるわけにもいかない。医療現場に任せた方がいい。早く病院へ連れて行かなきゃという思いが強くなった。工場長、救急車が来るまでの間、ここで待った方がいいですか？それとも。いや、救急車が来るまでに時間がかかりすぎる。病院まで近いし、俺が車を出す。時間外診療が迫ってるかもしれないから、なおさらだ。俺は即決した。救急隊の到着には随分と時間がかかりそうだと、今になって電話がかかってきたのだ。それならば、救急隊が到着するのをじっと待つより、状況を考えて迅速に動く方がいい場合もある。適切な病院へすぐ連れて行けば、必要な処置をスムーズに受けられるかもしれない。迷いはなかった。
大輔をサポートしてくれる従業員を助手席に乗せ、俺は工場の古いワゴン車のエンジンをかけた。ガタガタと音を立てて走る車内で、大輔は声を震わせながら、すみません工場長、迷惑かけて、という。それに対して俺は、ゆっくりと首を振った。迷惑なんかじゃないさ。俺たちは仲間だろ。大丈夫。ちゃんと治るようにサポートするから、安心しろ。本当は、血を流す彼の姿に内心焦りも感じていたんだ。しかし、そういう気持ちは口に出さず、とにかく落ち着かせる言葉をかけることが大事だと思った。幸い、町から少し離れた場所にある総合病院なら、この時間の診察でもしっかり対応できる。到着したら素早く見てもらおう。そう決意しながら、俺は車のアクセルを強めに踏み込んだ。病院に到着すると、受付にいたのは意外にも若い女性だった。制服は病院のものだろうが、どこか高貴な雰囲気が漂っている。パッチリとした瞳が印象的で、ちょっとツンとした表情で俺を見やる。緊急で運び込まれた大輔を見て、最初は慌てる様子かと思いきや、その彼女は意外なほど淡々と手続きを進めた。どういったご用件ですか？作業中に手を大きく切りまして、結構出血が多い。緊急で見てもらいたいんです。わかりました。では、こちらの用紙に記入をお願いします。それから、保険証などはお持ちですか？彼女は慌てるでもなく、事務的な手続きに徹しているように見えた。周囲の看護師が担架を運んできてくれたので、大輔をそちらに乗せると、すぐに診察室へ案内してくれた。とはいえ、彼女の口調や態度はどこか冷たい。ツンケンしているというか、淡々としすぎていて、大丈夫なのかと疑問を抱かせる雰囲気だった。さっき連絡をいただいた方ですか？お連れの方は診察室で一通り手当てしますので、あなたはここでお待ちください。そう言ったきり、彼女は奥へ消えていった。表情は仏頂面で、笑顔のかけらも見せない。少し怖いくらいだ。だけど、俺は大輔の容体が心配で仕方がない。後で聞いた話だが、彼女は院長の娘。いわゆる令嬢だという。院長の娘が夜間の受付を担当しているあたり、この病院も人手不足なのかもしれない。だが、それを差し引いても、何か彼女には違和感があった。しばらく待合室で待つと、看護師が慌ててこちらにやってきた。お連れ様の付き添いの方、こちらへ。と呼ばれ、診察室に通される。そこには、あの令嬢と若い医師らしき男性がいた。男性医師は、大輔の傷口をチェックしていたが、少し首をかしげているように見える。そして、令嬢はというと、手袋をはめながら、慣れた手つきで消毒用ガーゼを準備している。それでは、簡単な消毒と止血処置で済ませておきますね。後で包帯を巻いておけば大丈夫です。令嬢はそう言って、テキパキと作業を始めようとしている。しかし、俺は正直言って不安を覚えた。大輔の傷は思ったより深い可能性がある。そこで俺は意を決して声を上げた。ちょっと待ってください。それだけで大丈夫なんですか？もっと隠れた裂傷があるかもしれないし、感染症のリスクも考えられるのでは。令嬢は鋭い視線をこちらに向けてきた。まるで、素人が何言ってるの？とでも言わんばかりの顔つきだ。若い医師も微妙な表情を浮かべ、どう反応していいかわからない様子。大丈夫ですよ。そこまで大げさに考えなくても、痛みはあるでしょうけど、表面をしっかり消毒して、包帯を巻いておけば問題ありません。万が一、痛みが増すようなら、明日また来てもらえばいいんですから。そんな彼女の言葉に、俺は少し苛立ちを感じた。機械に巻き込まれた傷の恐ろしさを知っているからこそ、ここで無理に簡単に済ませるのは危険だと思うのだ。本当にそれだけでいいんですか？とにかく一度、しっかり検査してもらえませんか？レントゲンなり何かしらの方法で損傷具合を見極めた方がいいと思うんです。指の腱とか内部がやられてる可能性もあるかもしれない。俺の声は決して怒鳴ってはいないが、明らかに強い意志を込めたものだった。令嬢は少しムッとした顔をしたが、そこへ若い医師が、一応確認してみてもいいのでは、と加勢してくれた。どうやら彼も完全に問題なしとは言い切れないという懸念があったようだ。すると令嬢は小さくため息をつきながら、しぶしぶといった表情で、わかりました。ではレントゲンと、必要なら MRI の手配もします。念のためですね。と言い、スタッフに検査の準備を指示する。俺はほっと胸をなで下ろした。大輔も、助かります。と、
弱々しく微笑んでいた。検査が終わるまでの間、俺は病院の待合室で待つことになった。夜間の病院というのは、工場と同じく、どこか独特の空気がある。広い空間が静まり返っていて、時折遠くから聞こえる救急のアナウンスや看護師の足音だけが響いている。そんな不安感が募る場所だからこそ、人は病院に来るだけで心細くなるのかもしれない。そうしてしばらく待っていると、診察室の方から令状が出てきて、こちらに声をかけてきた。さっきのツンとした表情はそのまま、だが、どこか言いづらそうにしている。先ほどは、偉そうに言ってしまいすみませんでした。レントゲンと検査結果を見たところ、裂傷が思ったより深かったみたいで、細菌感染のリスクもありました。早めに気づいてよかったです。その言葉を聞いたとき、正直やっぱりなと思った。しかし同時に、すぐに対応が間に合ってよかったと、心から安堵した。令状は少しうつむいたまま、小声で続ける。検査をしてみたら、やはり深い損傷が見つかりました。放っておいたら、後で大変なことになるところでした。本当に申し訳ございません。彼女はそう言いながら、申し訳なさそうに頭を下げた。先ほどまでのツンとした態度はすっかり影を潜め、その姿はどこか心細そうに見える。大丈夫ですよ。結果的に間に合ったわけですし、何より従業員がしっかり治療できそうで助かりました。俺がそう伝えると、彼女はほっとしたように小さく息をついた。それでも、自分を責める気持ちが強いのか、眉を下げたまま小声で続ける。見落としていたら、大変なことになるところでした。あなたに強く言われてなかったら、私は多分簡単な処置だけで済ませていたと思います。本当に申し訳ありませんでした。気にしないでください。誰だって忙しい時や焦っている時には判断が鈍ることがある。それに最終的にしっかり検査をしてくれたおかげで、早めにリスクも分かったんですから。俺はなるべく柔らかい口調で言葉を返した。彼女はまだ申し訳なさそうな表情を崩さないが、わずかに顔を上げて、ほっと安堵したような瞳を向けてくる。ほんの少しだけ、その目が潤んで見えた。その後、大輔はしっかりとした傷の洗浄や縫合、そして抗生物質などの処方を受けることが決まり、しばらく入院することになった。検査結果から内部には小さな傷が複数見つかったらしい。ちょっとした見落としが後々大事に至ることもある。それが医療の怖いところだ。彼はスタッフたちからもう大丈夫ですよと言われて、痛みに耐えながらもほっとしたように笑みを浮かべていた。俺もよかったなと声をかけると、彼はしきりに感謝の言葉を繰り返す。工場長、本当にありがとうございます。大げさだよ。俺が特別に何かしたわけじゃない。病院のスタッフがいてくれたから、こうして適切な処置ができたんだ。そう言うと、大輔は深く頭を下げた。声は少し震えていて、その瞳にじわりと涙が滲んでいるのがわかる。いえ、工場長、もしあのまま簡単な手当てだけで終わっていたらと思うと、正直ゾッとします。工場長がすぐにしっかり検査してくれって言ってくださらなかったら、きっとこんなに早く、傷の詳細がわかることはなかった。自分は本当に幸運者です。大柄な体を折り曲げて何度も礼を繰り返す姿に、俺は少しばかり照れくささを感じながらも、心から良かったと思った。退院したら、労災の手続きもきっちり済ませて、大輔の生活がスムーズに回るようサポートするつもりだ。元気に工場へ戻ってきてもらえれば、それが一番嬉しい。工場長としてもそうだが、何より仲間として当然のことだと思う。そんなやりとりを少し離れた場所でじっと見守っているのが、俺たちを担当してくれたあの院長の娘だった。ツンとした雰囲気のある彼女は、最初の頃の冷たい表情と違って、今はどこか遠慮がちにこちらの様子を伺っている。気まずそうな素振りを見せながらも、その瞳には安堵の色が浮かんでいるようだった。翌朝、工場のシャッターを開けると、がらんとした空間が迎えてくれた。いつもは真っ先に、おはようございますと声をかけてくれる大輔がいない分、妙に静かだ。寂しさもあるが、あいつが病院でちゃんと治療を受けていると思うと、ほっとした気持ちもある。俺は機械にスイッチを入れ、一日の始まりを告げる動作を確かめる。数日後、大輔の経過が気になって、再び例の病院を訪れた。面会時間ギリギリのタイミングだったが、病室へ行くと、彼はベッドで雑誌をめくりながら、ああ、工場長、来てくれたんですか。と、嬉しそうな笑顔を向けてくれた。
傷の回復も順調で、医師からは、あと少し安静にしていれば退院できますと言われたらしい。工場長ありがとうございます。労災のことまで手配してくださって。と、改めて礼を言われる。俺は、いや、気にすんな、と、照れを隠すために笑ってみせる。すると、部屋の扉をノックする音が聞こえて、あの令状が入ってきた。相変わらずツンとした表情、かと思いきや、今日は少し目元が柔らかい。どうやら、大輔の様子を見に来たようだ。失礼します。調子はいかがですか？大輔は、だいぶ良くなりました。ありがとうございます。と頭を下げる。令状は小さくうなずき、ついでに俺の方へ視線を向けてきた。先日は、どうもありがとうございます。おかげさまで、患者さんの状態もしっかり管理できています。あなたの言う通り、最初にきちんと検査をして正解でした。いえいえ、俺は口を挟んだだけですから、あなた方医療スタッフのおかげです。そう返すと、彼女は一瞬言いづらそうに唇を結んだが、すぐに意を消したように言葉を継いだ。この後、少しお時間よろしいですか？彼女の声色が思いのほか真剣だったので、俺は思わず眉を潜める。大輔のことで何か良くないニュースでもあるのか、と一瞬不安が頭をよぎる。確かに彼の容体は安定している、と思ったが、まだ油断は禁物だ。そう思いながら、もちろん構いません、と答え、二人で廊下を少し歩いた先の空き部屋へ通された。中は簡素な相談スペースのようで、椅子とテーブルが置いてあるだけだった。扉が閉まると、彼女は深々と頭を下げる。その予想外の仕草に、まさか大輔に新たな問題でも、とドキリとするが、彼女が口を開いたのは全然別の内容だった。お願いします。私に人の上に立つ者の心構えというか、リーダーシップの取り方というか、そういうことを教えていただけませんか？あまりに唐突な展開に、はぁと情けない声を漏らしてしまう。俺が面食らうのも無理はない。相手は院長の娘という肩書きと少しツンとした印象を持つ女性だ。そんな彼女が何をきっかけに俺みたいな町工場の工場長へリーダーシップを学びたいと言ってくるのか。ましてや医療現場と工場、全然畑の違う世界だ。それでも彼女はまっすぐ俺の顔を見つめてくる。その懸命な姿勢にちょっと圧倒されてしまい、そりゃ、まあ、俺でよければ、と言いかけたところ、彼女はさらに身を乗り出した。本当によろしいんですか？工場長さんは、従業員の方々から信頼されているように見えますし、私も先日の一件で学ばせてもらいました。自分が偉いとか、威張るとかじゃなくて、周りの人の支え方や優しさを持ち合わせている人こそが、本当の意味でのリーダーなのかなって。いや、大げさですよ。たまたま俺は工場の現場回しをしているだけで、医療に関しては素人ですし。でも、人を導くという点では共通するところがあるのではないかと思うんです。私にはどうしても、院長の娘という看板ばかり大きくて、中身がついていかないように感じるんです。だからぜひ。彼女がぐいぐい詰め寄ってくるものだから、思わずテーブルの角にゴツンと腰をぶつけてしまう。まあ、そこまで言われると、断りづらいというか、これが場違いな勧誘だったら、さらりとかわすところだが、相手の真剣な眼差しに、お断りしますなどという度胸は俺にはなかった。それに、少なからず、先日感じたように、彼女にはリーダーとしての重責で悩んでいる部分があるのだろう。少しでも力になれるなら、それはそれでいいことかもしれない。わかりました。俺でよければ。ただ、偉そうに教えられることなんて、そう多くはないですよ。いえ、そんな。少しでもお話を聞かせていただけるだけで十分です。どんなことでも構いません。例えば、従業員さんや周りの方たちとの接し方とか、トラブルが起きた時の考え方とか、私、どうにも不安になると、仏頂面になってしまう癖があって、怖がられちゃうんです。彼女は最後の一言を口にするとき、明らかに気まずそうに視線をそらす。その姿がどこか可愛らしく、俺は思わず苦笑いを浮かべた。自覚があるなら直せるんじゃないかな。大事なのは仲間を信頼することと、自分の弱みも認めることだと思いますよ。少なくとも俺はそうやってやってきました。弱みを認めるですね。なるほど。真剣な眼差しを向けられて、正直なところ、ちょっと圧倒されてしまう。
とりあえず、ここであれこれ話すよりは、もう少し落ち着いた場所と時間を用意して、改めて話す方がいいかもしれませんね。どうでしょう。俺が言うと、彼女ははっと顔を上げ、パッと目を輝かせてくる。ぜひ、お忙しいのは承知してますけど、私としては少しでも早く勉強したいというか。あはは、わかったわかった。じゃあ、近々時間を作ります。俺も工場のスケジュールを見て調整しますから。そう言いながら、内心こんな展開になるとは、と苦笑いを浮かべるしかなかった。でも、これも何かの縁というやつなのかもしれない。しばらく気まずい沈黙が続くかと思いきや、彼女が思い出したようにペコリと頭を下げる。ありがとうございます。そういえば、きちんとお名前を伺っていませんでしたよね。ああ、そうですね。俺は高橋亮って言います。親の町工場を継いで工場長をしてます。照れ笑いしながら名乗ると、彼女は少し姿勢を正した。私は柴崎香織と言います。いろいろと行き届かないところが多くて、お恥ずかしい限りですが、よろしくお願いします。そう言って、すっと背筋を伸ばす彼女を見ていると、さっきまでとは違った柔らかい空気が流れている気がする。俺は思わず、やっぱり素はこういう人なのかもしれないな、と思ってしまう。じゃあ、改めてよろしくお願いします。落ち着いてお話できる日を楽しみにしてますよ。そう言葉を交わすと、香織さんはほっと胸をなで下ろしたように微笑んだ。こちらこそ楽しみにしています。お忙しい中すみませんが、ぜひいろいろ教えてください。それから俺と香織さんは、彼女の病院での休憩時間や、俺の仕事が終わった後などに、何度か顔を合わせる機会を作るようになった。正直、最初のうちはリーダー論を話すなんて堅苦しいことをするのかなと思ってたんだが、ほとんどは雑談に近い。例えば、互いの出身や何気ない昔話、音楽の趣味なんかを交わすうちに、ふとした瞬間に、そういう時、高橋さんならどうするんですか？と聞かれて、俺がそれに答える。そんな流れが多かった気がする。ある日のこと、ちょうど仕事帰りの時間帯で、俺は病院近くの小さなカフェに呼び出されていた。香織さんはいつものツンとした雰囲気が随分和らいだ表情で、すみません、こんな時間に。と申し訳なさそうに席を進めてくる。いえいえ、俺も工場の作業が一段落したところですし、気分転換にちょうどいいですよ。そう言って席に着くと、彼女は少し姿勢を正していった。実は、病院で少し人事異動があって、看護主任さんがしばらく不在になるって話が出てるんです。私は、院長の娘という立場上、それを補うように動けって言われてるんですけど、どうしても周りから、院長の娘だから偉いみたいに思われたくなくて、だけど、やっぱりある程度リーダーシップを取らないといけない。そこで彼女は言葉を区切り、コーヒーカップを手に取って小さく息をついた。俺はカップから立ち上る湯気を見つめながらゆっくりと答える。俺も工場長だなんて言われてるけど、実際はみんなと同じように作業をしてるだけで、別に威張ってるわけじゃないんです。大事なのは自分の弱みや苦手な面も隠さずに見せることじゃないですかね。そうすれば仲間は、頼っていいんだなって思ってくれるし、結果的に自然と協力関係が生まれると思うんです。香織さんは真剣な眼差しで俺の言葉を聞いている。心なし頬が赤くなっているようにも見えるのは暗い照明のせいだろうか。なるほど。私院長の娘ってことでずっと一人で頑張らなきゃと思ってました。でもそうじゃなくて、周りに頼ってもいいのかな。そうつぶやく彼女に、俺は当然じゃないですか、と笑って返す。すると、微笑みかける彼女の横顔が妙に綺麗に見えて、思わずドキリとした。しばらくして、ふと香織さんがこちらを向いて問いかける。そういえば、高橋さんって医療の知識がとてもあるみたいですけど、お医者さんなんですか？いや、違いますよ。昔、ちょっと医療関係の道を目指していたことはあるんですけど、今は町工場の工場長ですから、そう笑いながら答えると、彼女は、へえ、そうなんですね。と、少しだけ残念そうな顔をした後、でも納得です。なんだか頼りになると思ったら、と、ぽそりと付け加えた。さらに、コーヒーカップを手に持ったまま、どこか恥ずかしそうに目を伏せる。私の周りって医療関係者ばかりなんですよね。話す内容もどうしても専門的になりがちで、
こういう気軽な会話をする機会ってほとんどないんです。病院のスタッフ相手にこんなリーダー論とか悩み事を話すわけにもいかないし、だからまたお話ししてもらってもいいですか？思わず身を乗り出すようにして言う彼女を見ていると、こちらも自然と頬が緩んでしまう。少なくとも彼女の相談相手としては今のところ不合格にはなっていないらしい。もちろん俺の話で良ければいくらでも。そう答えると彼女は少し安堵したように笑みをこぼした。最初に会った時のツンとした空気はほとんど感じられない。むしろこうして向かい合っていると、彼女が人一倍周囲に気を使いながら過ごしているのだとよくわかる。ほどなくしてカフェのフードメニューが運ばれてきた。忙しく働く病院を抜けて、こうして一緒に食事ができるなんて、考えてみれば不思議な縁だ。彼女が小さく、いただきます、と言いながらナイフを手にする様子を横目で見て、俺も、それじゃあいただきます、とスプーンを口へ運ぶ。こうして食事しながら誰かと話すのってすごく久しぶりな気がします。もちろん病院のスタッフともご飯行くことはあるんですけど、結局仕事の延長みたいになっちゃって。彼女がしみじみと言うので、俺は忙しいんですねと返した。彼女は少し寂しそうに笑う。まあ、院長の娘という肩書きがあるからか、なんとなく遠慮されている気もするんですよね。飲みに行きましょうなんて気軽には言えないだろうし。だから、こうして町工場の工場長さんとお医者さんでもない人と話すのってどうにも不思議な気分ですけど、気楽でいいですね。それはどうも。俺なんかでいいのかなと思っちゃいますが、彼女は、いいんです。高橋さんだから話しやすいんですよ。とさらりと言ってのける。そんな言葉を聞いてしまうと、こちらも心臓の鼓動が速くなるのを抑えきれない。軽く会計を済ませ、店を出ようとするとき、俺はふと思い立って彼女に声をかけた。もしよかったら、また今度一緒に食事にでも行きませんか？柔らかな照明に照らされた彼女の顔には、期待が混じったような表情が浮かんでいる。返事を待とうとしたその時。おいおい、誰かと思えば貧乏人じゃないか。甲高い声とともに、不意にこちらへ近づいてくる男がいた。顔を上げると、それは俺の同級生だった三浦誠。白衣こそ着ていないが、胸ポケットにペンや聴診器らしきものが覗いているあたり。きっと、病院の仕事終わりか何かで、ここを通りかかったんだろう。彼は、香織さんの横顔をちらりと見ると、にやっと嘲笑に近い笑みを浮かべた。隣にいるのは香織さん？はは、どういったご関係で？まさか貧乏人が、うちの院長の娘に色目を使ってるってわけじゃないだろうな。あからさまな挑発に、思わず喉が詰まるような感覚が走る。香織さんも驚いたように硬直している。俺はとっさに言葉を探すが、三浦はさらに続ける。お前、金がなくて大学へ行けずに医者を諦めたんだろ？そういうのは無理するもんじゃないんだよ。医者に憧れがあるのかもしれないけどさ、住む世界が違うんだからやめとけって。彼の言葉は、まるで突き放すような冷たさを帯びていた。こんな言い方をされて、思わず肩に力が入ってしまう。香織さんも、隣で息を飲んだまま、動けずにいる。香織さん、こういう男はね、下手に優しくすると勘違いするから気をつけて。かといって突き放しても逆恨みされるかもしれない。貧乏で医者になれなかったのを逆恨みして病院に嫌がらせされても困るじゃないですか。三浦が鼻で笑うように言い放つと、香織さんは怒りを抑えきれない様子で顔を上げた。ちょっと、失礼ですよ。確かあなたは外科の三浦先生ですよね。こんな言葉遣い、非常識じゃないですか？謝ってください。その一言に、三浦は心底馬鹿にしたような顔で、こちらを振り返る。謝罪？どうして俺が？だってこれ本当のことですよ。こいつ医者目指してたけど、金がなくて諦めたんですよ。そうだよな。明らかな侮蔑と敵意を込められた言葉に、香織さんの瞳がさらに険しくなる。少しでも言い返しそうな気配を感じた俺は、とっさに彼女の腕に軽く手を置いた。ここで下手に怒りをぶつけると、三浦はますます煽ってきそうだ。大丈夫です、香織さん。そう言って俺が静かに首を振ると、彼女は少し迷いながらも、言い返すのをぐっと飲み込む。三浦の言う通り、金銭面の理由で医者を諦めたのは本当です。俺がそう言うと、三浦は鼻で笑いながら、
だろうと、調子に乗った声を上げる。香織さんが、それでも、あんな言い方は、と、鋭く言い返しかけたところ、三浦はさらに挑発的な態度を崩さずに続けた。香織さんも香織さんですよ。立場わかってるんですか？院長の娘がこんな男と一緒にいるところを見られたらどうなると思います？あなたの行動はそのまま病院の噂に直結するんですよ。もう少し自分の立ち位置を考えてもらいたいですね。香織さんは、と絶句し、憤りを隠せないまま言葉を失っている。すると三浦はわざとらしく肩をすくめながらにやりと口元を歪めた。町の工場長さんと噂が立つより、僕みたいな医者との噂が立った方が病院にとっても都合がいいでしょ。いや、香織さんご自身だって悪い気はしないと思いますけどね。言い切るや否や、三浦は振り向きもせず、スタスタとその場を離れていく。俺は一瞬、その背中に何か言い返したくなる衝動を感じたが、香織さんの憤った表情を見て、むしろ彼女がさらに傷つかないよう、この場は静観するしかないと思い直す。不快な空気とともに、夜の街角がしんと静まり返った。香織さんはかすかに唇を噛みながら、三浦が消えた方向を睨みつけるように見つめている。俺はそんな彼女に気づかれないよう、そっと深呼吸をついて気を落ち着かせた。ごめんなさい。あんな失礼な態度。小さな声でそう漏らした香織さんの瞳には、苛立ちと悔しさが混ざり合った色が宿っている。俺は穏やかに首を振りながら、彼女が少しでも落ち着くようにと言葉をかける。香織さんが謝ることじゃないですよ。あいつの口は昔からああいう感じで、それに事実は事実ですし、貧乏で医者を諦めたのは本当。だけど、それが俺の存在価値を否定する理由にはならないと思ってます。だから気にしないでください。そう言ったものの、香織さんの表情はまだ晴れない。すみません。私、もう少し冷静になれればよかったんですけど。彼女は悔しそうに顔を背ける。俺はそっと息をついて、なるべく柔らかな声で答えた。気に病むことはないですよ。あんな態度を見せられたら、誰だって腹が立ちます。それに、俺としては香織さんがそこまで一緒に怒ってくれるってのは、正直嬉しくもありますから。そう言うと、香織さんは少しだけ肩の力を抜くように息を吐き、申し訳なさそうに微笑んだ。けれど、その瞳にはまだ不安げな色がわずかに残っている。彼女は逡巡するように言葉を探し、意を消したように口を開いた。私は、これからも高橋さんとお話しさせてもらいたいです。病院の噂うんぬんって言われるかもしれませんけど、私は。その言葉を聞き、俺は思わず笑みをこぼした。正直、俺だって同じ気持ちだからだ。もちろん、ぜひ行きましょう。噂になるとか気にするような悪いことをしてるわけじゃないですしね。俺が力強くそう言うと、香織さんはほっとしたようにふわりと笑った。ほんの少し頬を染めたその横顔を見ていると、先ほどまでの三浦との一幕が嘘のように感じられる。ここで生まれる温かな空気を大事にしたい。そう素直に思えた。それから数週間が経ち、工場で怪我をした大輔の最終チェックのために、俺は再びあの病院を訪れた。昼下がりの明るいロビーには穏やかな空気が漂い、受付を済ませてから大輔と共に外来の待合スペースへ。工場長、ここまで付き添ってもらってすみません。大輔が少し恐縮した様子で言うが、俺は軽く首を振って笑ってみせる。何言ってんだ。ここまで来たら最後まで付き合うさ。そこへ看護師が名前を呼んだ。田中さん、どうぞ。と優しい声がかかる。大輔と一緒に診察室へ向かうと、中では担当医が微笑みながら出迎えてくれた。おや、お二人揃って来てくださったんですね。どうですか、大輔さん。痛みや違和感はありませんか？大輔が患部を軽くさすりながら笑顔で答える。ええ、おかげさまで痛みもほとんどなくて、今日で最後の診察になりそうだと聞いてます。担当医はうなずきながら、傷の回復状況も良好ですし、あとは日常的なケアをしっかり続けていただければもう大丈夫でしょう。と太鼓判を押す。それを聞いて、俺はほっと胸をなで下ろした。少し前のあの事故を思い返せば、こうして笑顔でやりとりできる姿を見るだけで嬉しいものだ。よかったな、大輔。これであまり無理せずに工場に戻ってきてくれれば助かるよ。はい、工場長。本当にお世話になりました。ありがとうございます。
大輔は満面の笑みで頭を下げる。担当医とも軽く言葉を交わし、診察室を後にした俺たちは、そのまま会計を済ませるために、再び待合スペースへ向かった。その時だった。廊下の向こうがやけに慌ただしい。どうしたんだ？看護師や医師らしき人たちが急ぎ足で走り回っている。何か大きな緊急事態が発生したのは一目瞭然だ。遠くから、急いで手術室を用意してと、切羽詰まった声が聞こえてきた。俺は思わず足を止め、様子を伺う。すると、病院のスタッフの一人がこちらへ駆け寄ってきた。すみません。そちらは立ち入り禁止です。今、重篤な患者さんが搬送されてきまして。スタッフはそう言いながら、やや青ざめた顔をしている。周囲では他の医師たちも、患者の症状を聞いては声を上げ、外科医が足りない。この分野の専門医が不在なんだ。と嘆いているのがわかる。どうやらかなり厄介な症例らしい。やがて院長が現れ、病院内の医師たちに指示を飛ばすのだが、今ここにいる外科医では対応が難しい。専門医を呼べたとしても時間がかかる。という声が次々と上がり、どうにも打開策が見えないようだ。その時、ふと視界の端に見覚えのある姿が映った。同級生でここに勤めている医師の三浦だ。普段は威張った態度を見せる彼だが、今はかなり追い詰められた様子で、院長に向かって言い訳するように言葉を吐き出している。こんな難しいオペ、俺には無理ですよ。専門分野じゃないですし、下手に手を出せば取り返しがつかない。どうにか外部の先生を呼べないんですか？三浦が院長にそう詰め寄った時、周囲からは患者の状態を説明する声が飛び交っていた。断片的に聞こえてくる内容をまとめると、どうやら大きな交通事故に遭った男性が搬送されてきたらしい。しかも、胸部に鋭い衝撃を受けており、あばら骨の骨折だけでなく、心臓や大動脈周辺にもダメージが及んでいる可能性が高いという嫌な見立てだった。胸部大動脈瘤の破裂にも匹敵するレベルの危険度だそうです。もし動脈が損傷していたら、すぐに止血できなければかなりまずいことに。だが、この病院には心臓血管外科を専門とする医師が常駐しておらず、術式自体もかなり高度なものになるため、簡単に手を出せる領域ではない。三浦自身は一応外科医だが、こういった高度な心臓や大動脈を扱う緊急オペの経験は乏しいようで、完全に尻込みしているのが見て取れた。だから、俺じゃ無理なんですってば。胸を開くのだって専門外なんです。間違いなく血管外科の専門医が必要だし、そもそもこんな体勢で手術なんて、俺はごめんですよ。苛立ち混じりに声を荒げる三浦を前に、院長はやや困惑しながら、確かにその通りだが、とうめくように同意を示す。スタッフたちもどうすればいいかわからず戸惑う中、俺はそのやりとりを見ながら、ある選択肢を思い浮かべていた。ここでは対応できないかもしれないが、近くの大学病院には最先端の医療ロボットが導入されている。機器さえあれば、高度な血管外科の手技もサポートできる可能性がある。そう考え、思わず院長の方に駆け寄った。院長、もしよければ提案があるんですが。すると、三浦が迷惑そうに振り向き、はぁ？またお前か？一般人は引っ込んでろよ。今お前を相手してる暇はないんだよ。と、煩わしそうに吐き捨てる。だが、この状況で黙っているわけにはいかない。胸部大動脈に関わる損傷は、当然専門医が必要ですよね。けど、桜大学病院に最新鋭の医療ロボットがあるはずです。それを使えば、血管外科の金田先生がロボットを介して正確な手技を行える可能性が高い。少なくとも、ここで手をこまねいているよりはマシだと思うんです。そう言うと、三浦はあからさまに嘲笑うような表情を浮かべた。医者でもないお前が何分かった風なこと言ってんだ？そんな簡単にことが運ぶわけないだろ。そもそも、金田先生は一流の腕前で、手術なんか数ヶ月待ちが当たり前だ。緊急オペを引き受けるわけがないじゃないか。院長は苦い顔をしながら、確かに、金田先生は海外からも患者が押し寄せる腕利きだ。そこをどう説得するか。と首をかしげる。俺は意を決して一歩前へ出た。ちょっと待ってください。今聞いてみますので。そう言うや否や、俺はスマホを取り出して、素早く連絡先を探し始める。三浦は、おいつ何してるんだ？と、呆れ顔で俺を見ているが、ここで止めるわけにはいかない。周囲のスタッフも不思議そうに視線を送る中、
俺は金田先生の直通番号を呼び出し、通話ボタンを押した。数秒後、小さく、もしもしと声が聞こえる。俺は急いで要点を伝えた。金田先生、緊急で胸部大動脈を損傷した患者が、こちらの病院に搬送されてるんです。ロボットを使った手術をお願いしたいんですが、先生の都合は。俺のやりとりをただ見つめていた三浦は、半ば呆れ顔で、金田先生がそんな簡単に OK するわけないだろう、と、口の端で笑っている。だが、その横で工場の従業員である大輔が、いやいや、ご存知ないんですか？と割って入るように言った。工場長は、金田先生とはかなり仲がいいんですよ。それを聞いた三浦は目を丸くし、はぁ？と声を漏らす。院長も、本当なのか？と、驚いたようにこちらを見ている。スタッフたちも、金田先生と？と、口々に小さく騒ぎ出す。タイミングを測ったかのように、俺のスマホから声が聞こえた。わかりました。すぐに手術室を準備させます。オペは僕が担当しますから、今から患者さんを搬送できますか？金田先生からの信じられないほど迅速かつ好意的な返事だ。俺は安堵の息をつくと、大きな声ではっきりと院長に伝えた。院長、今からオペ OK だそうです。急いで患者を搬送すればなんとかなります。なんと。院長は一瞬目を見開いたまま固まるが、すぐに、よし、みんな搬送の準備を、と周囲に指示を飛ばし始める。看護師やスタッフが了解と応じ、バタバタと緊急搬送の段取りを整え始めた。三浦先生、悪いが付き添いも頼む。患者の初期対応だけでも一緒にやってくれ。院長が三浦に声をかけると、三浦はなおも浮かぬ表情のまま、わかりましたよ。と、しぶしぶうなずく。大騒ぎの廊下を横切り、ストレッチャーが慌ただしく動いていくのを見送った。その時、ふと横に立っていた香織さんと視線が合う。彼女は声を発することなく小さくうなずいた。緊急の事態でも、ここでできることを全力でやろう。その思いを共有したように感じ、俺もまた強くうなずき返す。それから数時間後、俺は病院の談話スペースで待機していた。患者さんが無事に運び込まれ、金田先生による手術が始まるはずだ。そして、しばらく後に結果が連絡されるのをここで待とうと思った。香織さんも同じ思いだったのか、俺と一緒に控えめなカフェスペースで缶コーヒーを手にしている。大丈夫ですよ。金田先生は相当腕がいいですから。俺が保証します。俺が声をかけると、香織さんは一瞬、寂しそうな目をして小さく笑った。その時、ふと携帯が振動した。画面を見ると、桜大学病院のスタッフからの連絡だ。金田先生のオペ、無事終わりました。患者さんなんとか危機を乗り越えられそうです。今は集中治療室にいますが、しっかり安定してきていますよ。その言葉に胸をなで下ろす。すぐ隣で様子を伺う香織さんに向かって、俺はサインを送るように微笑み、電話を切った。そして落ち着いた声で伝える。無事成功だそうです。オペは終わって、今は安定してきているみたいです。本当、よかった。香織さんの方からすっと緊張が消え、目尻にほんのりと涙が浮かんでいるように見えた。俺も思わず力が抜けて、椅子の背もたれに体を預ける。やっぱり、金田先生はすごいですよね。うん、すごい人ですよ。先生があのロボットを使ってくれるなら、きっと助けられるって信じてた。電話を終えて一段落ついたところへ、院長の姿が見えた。背後にはスタッフたちがいて、全員ほっとした表情を浮かべている。院長は早足でこちらに来ると、そのまま俺に向かって深々と頭を下げた。高橋くん、本当にありがとう。君の提案がなければあの患者さんは。いや、助かったのも金田先生のおかげだとはいえ、君が動いてくれなければ、大学病院側にこのタイミングで連絡を取ることすらできなかった。いえ、俺はただ情報を持っていただけです。実際に手術をしてくれたのは金田先生やスタッフの方々ですから。院長はかすかに笑みを浮かべて首を振る。スタッフたちも、いやいや、高橋さんがいなかったら、と口々に感謝を口にする。その時、誰かが、ああ、そういえば、金田先生からメッセージが届いてますよ、と院長に声をかけた。メッセージ？ええ、手術は成功した。ロボットの開発者さんが近くにいるなら、僕からの感謝を伝えてくれ、だそうです。院長は思わず、開発者と首をかしげる。その瞬間、周囲のスタッフも、開発者と顔を見合わせ始める。なぜ金田先生がそんな言葉を口にしたのか、
誰もが不思議に思っているようだ。俺は少し恥ずかしさを覚えながらも、ここで黙っているわけにはいかないと思った。ちょうど院長と視線があったところで、意を決して口を開く。実は、あの医療ロボットの開発に俺も深く携わっていました。特許をいくつか持っていて、金田先生とはその縁でずっと交流があったんです。自分からそう打ち明けると、院長をはじめ、看護師や事務スタッフたちが一瞬にして目を見開く。少し離れたところで聞いていた三浦までもが衝撃を隠せないようだ。彼らの驚きは無理もない。町工場の工場長を名乗る俺が、まさか最新鋭の医療ロボットに関わっていた、などとは夢にも思わなかったのだろまさか、君がそんな特許を持っているなんて、最先端の医療機器の開発者だなんて、想像もしていなかった。う。院長は戸惑いながらも、その声には畏敬の念が混ざっている。看護師たちやスタッフも、こそこそと、あのロボットって海外でも有名なやつだよね。信じられない。と、口々に囁いているのが耳に入った。そんな光景を目の当たりにしていると、正直なところ少し照れくさい。でも、ここで黙っていては、かえって相手の混乱を招くと思い、俺は意を決して過去のことを語り始めた。実を言うと、俺は一時期本気で医者を目指していた。幼い頃から親の工場を継ぐのが当然だと思っていたけれど、高校生の頃に家族の病気を間近で見たことで、人の命を救う仕事に強く惹かれるようになったんだ。しかし、家庭の事情もあって、医大へ進むための資金は用意できず、結果的にはその道を断念せざるを得なかった。周囲に貧乏だから諦めるしかないんだろうと散々言われた時期もあったけど、俺はどうしても医療に関わりたいという気持ちを捨てられなかったんだ。けれど、資格や学歴がない以上、臨床の現場で直接人を助けることは難しい。ならば、別のアプローチはないかと考えた末、工場を継ぎながらも医療機器の開発に携わる道を模索し始めた。その過程で出会ったのが、金田先生だった。彼は、俺のような医者になれなかった技術者にも偏見を持たず、君の技術があれば、医療はもっと進化する。と言ってくれた。彼の激励と実地のアドバイスがあったからこそ、俺はロボットの機構や制御プログラムの一部を任されるまでに至った。大量の失敗と試行錯誤を経て、なんとか実用に耐えうるモデルが完成した時は、まるで医学部に合格した時以上の喜びを感じたのを覚えている。まあもっとも、医学部の方はお金が足りなくて通うことはできなかったのだが、そうして開発したロボットの特許の一部を俺は所有している。とはいえ、大企業や研究機関が共同で生み出した成果であって、決して俺一人の手柄じゃない。だけど、別の形で人を救う手段は確かにここにあると実感できた。それが医者になる夢を諦めた俺にとって、どれほど大きな救いになったかは言葉では表せない。だからこそ、目の前で緊急事態が起きているのに、黙って見過ごすなんてできなかったんです。自分が直接メスを握ることはできない。けれど、俺の工場と研究開発チームが生み出した医療ロボットがあれば、一人の命をつなげる可能性があるかもしれない。それを知りながら何もしないなんて、きっと一生後悔すると思いました。そう締めくくって、俺はふーっと長く息を吐く。すると、院長が神妙な面持ちでうなずきながら、一歩こちらへ歩み寄ってくる。いや、本当に見事だ。患者さんが助かったのは、間違いなくあなたのおかげです。私たちは専門医がいないことで諦めかけていた。だがあなたは諦めずに最善を探し出してくれた。心から感謝します。そう言って、深々と頭を下げる院長。その背後で、スタッフたちや看護師たちは簡単の表情を浮かべ、誰かが小さく拍手を始めたのをきっかけに、ほんのり温かい空気が広がる。俺は、そんな大げさですよ。と苦笑いを返したが、院長はかぶりを振りながら言う。いえ、患者の命が救われたのは、あなたが自分の知識と技術を惜しみなく提供してくれたからだ。それは揺るぎない事実だよ。控えめだった拍手が少しずつ大きくなるのがわかる。ちらりと視線を横に移すと、香織さんがわずかに目を潤ませながら俺の方を見つめていた。俺が小さく微笑んでうなずくと、彼女もかすかに笑い返してくれた。その一方で、三浦は罰が悪そうに肩をすくめ、剣のある表情を浮かべている。先ほどから黙りこくっていたが、ついにこらえきれなかったのか、ぽつりと嫌みめいた口調で言った。まあ、
たまたま運が良かっただけじゃないのか？医療ロボットだってどこまで信用できるか？周囲の空気がわずかに凍りつく。院長は眉を寄せ、三浦を横目で睨むように見ると、落ち着いた声で諭し始めた。三浦先生、あなたは患者にとっての最善の道を自分の不安やプライドで遮ろうとしてはいなかったか？残念だけれど、今回の件で学ぶべきことは多いはずだ。けなすのではなく、自分に足りないものを素直に認める姿勢を持つのが本当のプロフェッショナルなんじゃないかね。それに、貧乏だとか、医者ではないとか、そんな理由で彼を見下すなんて情けない。普段から患者さんへの態度や周囲への物言いにも苦情が相次いでいる。君が医師として胸を張れるようにするためには、まずは人として学ぶべきことが多いんじゃないのか？三浦は一瞬うろたえたような目をしたが、さすがに院長の言葉には逆らいようがないらしい。ぎこちなく唇を噛んでから小声でつぶやくように言った。すみませんでした。その答えを聞き届けると、院長は三浦に向けた険しい表情を少しだけ緩め、それでいい、と短くつぶやいた。急転直下の出来事から数日が過ぎ、患者さんは大学病院の集中治療室で安定期を迎えていると知らせが入った。あの手術はかなり大掛かりだったようだが、金田先生曰く、ロボットの機能が十分に発揮されたおかげで、最善の結果を得られた。とのこと。つまりは、俺が関わった技術が少なからず役に立ったわけで、それを思うと嬉しさと誇らしさがこみ上げてきた。一方、あの一件が大きく影響したのか、三浦は院長から態度を改めるように、と厳重注意を受け、患者対応においても厳しい監督体制に置かれることになったらしい。もともと、病院のクレーム窓口に威圧的すぎる、無神経な発言が多いといった苦情がたびたび寄せられていたそうだが、今回の騒動を機に、それが一気に表面化したというわけだ。院長は、ある日の朝礼で三浦をみんなの前に立たせ、いい加減医師である前に、一人の人間としての姿勢を改めなさい。患者さんの苦しみに寄り添おうとせず、自分のプライドばかりを振りかざすのは言語道断だ。と、容赦なく叱責した。これがかなり答えたらしい。そのまま、三浦は定期的な接遇研修の受講と、しばらくの間は他の医師や看護師が立ち会う形での診療を義務付けられ、さらに患者からのフィードバックを随時チェックされることになったらしい。そんなある日、病院の廊下で偶然三浦と顔を合わせた。気まずい空気になるかと思いきや、彼は疲れ切った表情のまま立ち止まり、ぎこちなくこちらを向いてきた。お前には悪かった。いろいろと言い過ぎた。ましてや患者が助かったのはお前のおかげだっていうのに。今回痛感したよ。患者を救う方法は一つじゃないし、俺のプライドなんかよりずっと大事なものがあるって。謝って許されることじゃないけど、本当に。今回俺、自分の小ささが身に染みたよ。そう言いながら、彼は院長からの日々の叱責や監督体制を想起しているのか、苦々しそうに目を伏せる。だが、これほど素直に頭を下げる三浦を見たのは初めてで、俺としても意地悪く責める気にはなれない。俺に謝ることなんてもう十分だから、あとは患者さんへの態度を変えてみせるだけだな。そっちの方がよっぽど大事だろう。促すように言うと、三浦は少し口元を曲げた。苦笑いなのか、悔しさの混じった笑いなのか、それはわからない。でも少なくとも、俺への嫌味を口にする雰囲気は、みじんも感じられない。頑張れよ、三浦。俺も今の立場で人を助ける道を探し続けるからさ。心の中でそうつぶやきながら、俺は廊下の奥で背中を見せて去っていく三浦の後ろ姿を見送った。結局のところ、人はどんな形でも成長できる可能性を秘めていると俺は信じたい。医者である前に一人の人間として三浦が学んでくれれば、それだけで今回の出来事に意味があると感じるのだった。香織さんとはその後も連絡を取り合っている。病院の廊下ですれ違う時はもちろん、工場の方にも顔を出したいと言ってくれるようになった。ある日、二人で近くのカフェに寄った時、彼女はふと真剣な表情で切り出す。ねえ、高橋さん。もし可能なら、病院の方であの医療ロボットを導入できないか検討したいんです。父とも話してみたら、前向きに検討したいって言ってくれたんですけど、やっぱり費用や運用の問題がありますよね。だから、高橋さんが持ってるノウハウを教えてほしいんです。カップに口をつけながら、俺は少し考える。医療ロボットの普及は喜ばしいが、費用や設置の手間、
スタッフのトレーニングなど課題は多い。それをサポートできるのかどうか。俺一人でどうにかなる話ではないが、町工場としての技術協力や開発元のメーカーに働きかけることはできるだろう。ぜひ協力しますよ。費用面や運用のノウハウは一度メーカーさんと話す必要がありますが、俺でよければ間に入って調整してみます。病院と工場、そしてメーカーが連携すれば、地域にとっても大きなメリットになるんじゃないですか？本当ですか？ありがとうございます。私もあの時の患者さんが助かったのを見て、こういう最先端の技術を町の病院でも使えるようにしたいって強く思ったんです。だって、もし今後同じような緊急事態が起きた時に、毎回大学病院まで搬送しなくちゃいけないのは大変ですから。それからしばらくの月日が経ち、香織さんの病院には無事に医療ロボットが導入された。行政や企業からの補助を取り付けるまでの道のりは、決して平坦ではなかったものの、院長の患者のために最善を尽くすという信念と、香織さんが病院内外へ粘り強く説得を続けたおかげだ。俺もメーカーとの打ち合わせやコスト試算資料の作成など、できる限りの技術協力を続けた。正式に導入が決まった日、町工場の従業員たちはみんな自分のことのように喜んでくれた。工場長、本当にやったな。俺たちの技術が地域の医療に貢献できるなんて最高じゃないですか。いつもは武骨に金属を削ってばかりの彼らの笑顔を見ていると、俺も胸が熱くなった。病院に新しい医療ロボットが搬送され、手術室の改装も無事に一段落ついたある日のこと。工場がいつも通り金属を削る音で賑わう中、入り口の扉をコンコンと軽く叩く音が響いた。こんにちは。今日は改めてご挨拶に伺いました。ドアの向こうに立っていたのは、白衣の上にコートを羽織った香織さん。それを見つけた従業員たちは、一瞬で作業の手を止め、目を丸くする。うわ、病院の令嬢さんがご来訪とは。美人なお客様が来るって知ってりゃ、もうちょっと工場を掃除しておけばよかったな。彼らは、照れ隠しのように冗談交じりの声を上げつつ、わさわさと香織さんを取り囲んだ。彼女は少し恥ずかしそうに微笑みながら、深々と頭を下げる。皆さん、本当に素晴らしい医療機器を作ってくださってありがとうございます。新しいロボットが導入されたおかげで、うちの病院も医療の幅がずっと広がりそうです。父も皆さんの技術と熱意には感謝しきれないと申しておりました。その言葉に工場の面々は、いやいや、俺たちはただパーツを作ってるだけで。お礼を言われるのは照れますな、などと戸惑い気味に笑う。しかし次の瞬間、彼らの視線が一斉に俺へ向いた。でもまあ、うちの工場長と香織さんの仲もすっかりいい感じじゃないですか。おいおい、まさか付き合ってるんじゃないの？工場長も病院まで行き来してるしな。怪しいな。お前ら、もうやめろって。顔が熱くなるのを感じながら、俺は慌てて静止する。香織さんも、ああ、と小さく声を漏らし、ほんのり頬を染めて目を伏せた。からかいの声は止まるどころか、ひそひそ声に変わり、ますます盛り上がっていく気がする。それじゃあ皆さん、お忙しいところ失礼しました。どうか、引き続きよろしくお願いしますね。そう言い残して、香織さんは工場の奥にいた俺の方へ視線をやった。息をつく間もなく、俺は、じゃあ、ちょっと外で話そうか、と言って、彼女を促し、工場のスタッフの好奇の目から逃れるように裏口へ向かう。外に出ると、さっきまでのざわつきが嘘のように静かで、ふわりとした風が肌を撫でた。俺が、ごめん、みんなああいうの好きだから、と苦笑いを浮かべると、香織さんは控えめに首を横に振る。いえ、こちらこそ、妙に意識しちゃってすみません。相変わらず楽しそうな雰囲気ですね。実は最近、私も病院のスタッフと気軽におしゃべりできるようになってきたんです。前までは院長の娘ってことで固くなっていたんですけど、みんながいろいろ話しかけてくれるようになって、それもきっと高橋さんからのアドバイスがあったおかげです。そう言いながら、彼女はそっと俺の袖をつかむ。ドキリと胸が高鳴る。曇りのない瞳でまっすぐこちらを見上げながら、香織さんは小さく微笑んだ。だから、本当にありがとう。高橋さんがいなかったら、きっと私は今も一人で気負っていたと思います。さっきまでの従業員たちの冷やかしを思い出してしまい、俺は顔が熱くなるのを自覚する。けれど、香織さんの指先が俺の袖を離すことはなく、むしろ少しだけ強くその生地を握りしめた。こちらこそ、
香織さんには本当に色々助けられてる。いつもありがとな。それ以上言葉が出てこない。照れを隠すように視線をそらす俺に、香織さんが小さく、ふふっと笑った気配がした。工場のガタガタという機械音が遠くから聞こえる中、俺たちはしばし、言葉も交わさず、並んで立っていた。けれど、袖をつかむ香織さんの温かさは、何よりも雄弁に、これからを感じさせてくれる。やがて、控えめな風が、白衣の裾を揺らす。彼女はそろそろ病院へ戻る時間なのだろう。それでも、ほんの少しだけ名残惜しそうな様子で、香織さんは微笑みを返す。じゃあ、また連絡しますね。手術室のロボットや新しいプロジェクトのことで相談したいこともあるし、もしよかったら、その時は工場だけじゃなく、一緒に食事とか行けたら。静かに流れる空気が、俺たちの距離をほんのわずか縮める。ええ、もちろん。と短く答えた俺の声は、少しだけ上ずっていたかもしれない。背景や肩書きが違っても、互いが力を合わせれば大きな壁を越えられる。大切なのは仲間を信じることと自分の弱さも認めること。周囲を見下すより手を取り合って生かし合う方がずっと大きな結果を生む。俺たちが作るパーツ一つ一つが命をつなぐと思えば、その積み重ねが見えない未来を支えているという実感が湧いてくる。結局、誰もが誰かを支える存在になれるんだ。だからこそ、俺はこれからも彼女や仲間と共に新たな希望を生み出し続けたいと思う。